今日はフライパンで簡単に作れる濃厚プリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライパンで簡単に作れる濃厚プリンを作りたいと思います。今回はフライパンでプリンを蒸していくんですけれども、プリン生地に酢が入らずとても滑らかに仕上げるコツなどご紹介していきます。そして今回のプリンはですね、卵黄だけを使ったとても濃厚なプリンです。すごく簡単で美味しく仕上がりますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。今日の材料はこちらです。卵黄、お砂糖、生クリーム、牛乳、バニラオイルです。プリンの生地は5つの材料で作っていきます。こちらのバニラオイルなんですけれども、もしない場合はバニラエッセンスで代用していただいても OK です。で、さらに両方ない場合でも美味しく召し上がっていただけますので、お好みで加えてみてください。ちなみにですね、このバニラオイルとバニラエッセンスの違いなんですけれども、バニラオイルは名前の通りオイルです。そしてバニラエッセンスはアルコールです。なのでこういった熱を通すスイーツに関しましては、アルコールですと少し香りが飛んでしまうので、バニラオイルの方を使うのがおすすめです。そして今回は動物性生クリームの 35% を使用します。これがね、一番おすすめです。さらにですね、植物性のホイップでも代用することができます。植物性のホイップを使っていただくとあっさりとした仕上がりになります。今回はですね、卵黄しか使えません。ですのでこの卵白が余ります。で、この卵白を使ったレシピは後日また別の動画でご紹介します。カラメルソースの材料はこちらです。お砂糖、お水、追加のお湯です。こちらの3つの材料でカラメルを作っていきます。そして今回容器はこちらの小瓶を使っていきます。で、容器はですね、必ず耐熱性のものを使うようにしてください。こちら1個の大きさが 100ml になります。容器の選び方の目安としては、1つが 100ml 前後の容器を選ぶようにしてください。1つの容量が多すぎてしまうと固まりにくくなってしまいますので、多くてもですね、今回は1個 120ml ぐらいにしてください。こういう容器じゃなくても耐熱性のこういったココットでも OK です。今回の分量でいくと 100ml の小瓶に4つ分になります。こちらは作る前に準備しておきましょう。それではまず最初にカラメルソースを作っていきます。今回はフライパンで作ります。お砂糖をですね、フライパンの中心に1箇所にまとめておきます。できるだけキュッとまとめてください。で、そしてここにお水を加えます。必ずお砂糖をめがけてお水を入れてください。そしてまずお水がお砂糖全体に行き渡るまで待ちます。今お水が砂糖全体に行き渡りました。そしたら火にかけます。はい。で、火加減は中火です。加熱している間はフライパンの中身をいじらないようにしてください。こうやって混ぜたくなるところではあるんですけれども、沸騰する前にこう混ぜてしまうと砂糖が結晶化して固まってしまいます。なので沸騰するまではフライパンはいじらずにこのままお待ちください。はい、だんだんふつふつしてきました。まだね、この時点でもいじらないでください。少し周りが茶色くなってきたなと思ったら、そこからフライパンを回していきます。はい、ちょっと色が変わりました。そしたら初めてフライパンを持って回していきます。全体的に均一に火が入っていくように回しながら加熱していきます。この後追加のお湯を入れる時にすごく弾くので、鍋蓋も用意してください。このぐらい茶色になってきたら火を止めてください。そして余熱で加熱していきます。もうこのぐらいになると焦げるのがすごい早いです。このぐらいのちょうどいいきつね色になったら換気扇回します。いきます。加えます。はい。で、蓋をして回します。お湯を入れた瞬間にすごく蒸気が出るので、換気扇はね、回してやっていただくと良いかなと思います。ふつふつふつという音が落ち着いたら蓋を開けます。よいしょ。この時もね、少し蒸気が出るのでやけどしないように注意してください。これでカラメルソースの完成です。カラメルソースをこれから小瓶に入れるんですけれども、小瓶に入れる時はこういった注ぎ口がついたものに入れ替えるととてもね、入れやすいのでおすすめです。ちょっと熱いのでやけどしないように注意してください。それでは注いでいきます。カラメルソースはこのように入れます。こちら使うまで冷ましておきます。それではプリン生地を作っていきます。まずお鍋に牛乳、
そしてお砂糖を加えます。これを火にかけて砂糖を溶かして牛乳を少し温めます。牛乳はですね、沸騰させないように注意してください。沸騰させてしまうと牛乳の風味が変わったり上に膜ができたりしますので、砂糖が溶けるぐらい加熱していただければ OK です。もし砂糖が溶ける前に鍋肌のところがふつふつしてきたら、火を止めて余熱で砂糖を溶かすようにしてください。それでは火にかけます。火加減は弱めの中火です。混ぜながら砂糖を溶かします。だいたい40秒から50秒ほど温めたら OK です。そうするとでもだいたいお砂糖は溶けるかなと思います。お鍋の種類によっても変わってきますので、ちゃんとねお砂糖が溶けてるかきちんとチェックしてください。それでは火から下ろします。ボウルに卵黄を入れます。プリン生地は最後にこすので、この時は卵黄そのまま入れていただいて OK です。これを溶きほぐします。そしてここに生クリームを2回に分けて加えます。混ぜます。この時あまり泡立てないように気をつけてください。そして残りの生クリームも加えます。混ぜます。それでは先ほど温めて溶かした牛乳とお砂糖を加えていきます。もし牛乳の温度が非常に高い場合は少し冷ましてから加えるようにしてください。では加えます。こちらは一度にも加えてしまって OK です。そしてバニラオイルも加えましょう。あとですね、バニラビーンズペーストとかもおすすめです。そして混ぜます。あまり泡立てないように30秒から40秒ほどしっかりと混ぜてください。はい、このようによく混ざれば OK です。それではこしていきます。注ぎ口がついた容器があればそういったものを下に置いていただいて、そして卵液をこしましょう。一度こしていただくとこのように膜などを取り除くことができて、とても滑らかなプリンに仕上がります。卵液の準備はこれで OK です。プリン生地を注いでいきます。それではアルミホイルで蓋をしていきます。で、こういう小瓶にはですね、これキャップとかがついてるんですけれども、キャップを閉めて加熱してしまうと固まったかどうかこうチェックする時に外す必要があります。その時蓋がすごく熱くなっているので、こういったね手軽に取れるアルミホイルで蓋をするのがおすすめです。それではかぶせていきます。このように蓋をします。これで準備は完了です。あとはこちらをフライパンで蒸していきます。それでは今からフライパンで蒸していきます。そして清潔な布巾を用意してください。これを下に敷いてプリンを乗せていくんですけれども、もし布巾がない場合はキッチンペーパーを 2,3 枚敷いてください。まず蒸す前に布巾を入れていただいてプリンを置きます。あと蓋も使っていくので蓋をしていただいて、きちんとね蓋が閉まるかチェックしてから蒸し始めてください。もしですね蓋が閉まらない場合はお鍋でやっていただいて OK です。それでは早速蒸していきたいと思います。まずフライパンに水を入れます。1回入れていただいて、瓶の3分の1ぐらいまでお水が浸かるように水を入れます。そしたら一度瓶を取り出します。火にかけます。火にかけて沸騰させます。沸騰したら火を止めます。ここに布巾を入れます。この時ね、やけどしないように注意してください。布巾を入れておくと下からの衝撃を軽減させてくれるのと、あとはゆっくり熱が伝わるので酢が入りにくくなります。なのでとても滑らかな仕上がりになります。こちらを入れます。はい、蓋をします。そしてまた火にかけます。火加減はごく弱火にしてください。このまま8分蒸していきます。はい、時間が経ったら火を止めます。火を止めたらこのまま蓋を開けずに10分余熱で火を通します。最後余熱で仕上げることもこの滑らかプリンのポイントです。ゆっくりと熱を伝えていきます。はい、時間が経ちました。それでは蓋を開けます。チェックします。やけどしないようにアルミの蓋を取ります。このように瓶を傾けても卵液が流れ出てこなければ OK です。取り出します。で、この時にね蓋も一緒に外しちゃいましょう。取り出す時はやけどしないように注意してください。
粗熱を取ってその後冷蔵庫で1日冷やしてください。冷めてすぐ食べてもいいんですけれども、そうするとねちょっと濃厚さが半減してしまいます。1日冷蔵庫でしっかり冷やしていただくととても濃厚でリッチなプリンに仕上がります。理想は1日で少なくても半日は冷やすようにしてください。まず粗熱を取ります。乾燥しないようにキッチンペーパーを上にかぶせておきます。これで粗熱を取ってください。はい、これで濃厚なめらかプリンの完成です。こんな感じに仕上がってます。表面を見ていただくとわかると思うんですけれども、作ってる時にも説明したスって言ってちっちゃい気泡のプツプツもできずにとても綺麗な表面に仕上がってます。それではいただきます。すごく滑らかです。いただきます。もうとろける。すっごく濃厚です。酢が一切入っていないので口当たりがすごく滑らかです。卵黄だけなのでやはりね濃厚さは抜群ですね。今日も美味しく仕上がりました。今回の濃厚プリンのポイントです。まずカラメルを作る時のポイントです。カラメルを作る時は火にかけたら沸騰して少しきつね色になるまでは絶対いじらないようにしてください。お砂糖溶かさないと思ってゴムベラとかでねいじりたくはなるんですけれども、そこでフライパンの中をね触ってしまうと砂糖が結晶化されてしまいます。周りが少しきつね色になってきたらフライパンを持ち上げてフライパンを回しながら加熱していってください。少しきつね色になったらもう火加減は弱火にしていただいて OK です。きつね色が濃くなってくるとその後焦げるスピードがいきなり速くなります。ちょっと濃くなってきたかなって思った時にも火を止めてしまって余熱で色を調整してみてください。そしてプリン生地のポイントです。最初に牛乳を温めてお砂糖を溶かしました。牛乳はですね沸騰させてしまうと風味が変わってしまったりとか、あとは膜ができてしまいます。なのでお砂糖が溶けたぐらいを目安に火から下ろしてください。そして蒸す時のポイントです。布巾を1枚敷いていただいてその上にプリンカップを置いてください。そうすることで沸騰した時に出るボコボコの衝撃を防げるのと、あとは酢ができにくくなります。きちんと固まるまで火で加熱してしまうと酢ができやすくなったりしてしまいます。最後余熱で仕上げることでとても滑らかな仕上がりになります。そしてプリンはですね粗熱を取ったらできれば1日冷蔵庫で冷やしてください。より濃厚で美味しいプリンになります。なので少なくとも半日は冷やしてみてください。あとは生クリームの種類とか卵の種類でも味わいが変わってくると思います。ぜひお好みのもので作ってみてください。今日は滑らか食感な濃厚プリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。